生風見のアイドル36号特別編サンキュー桜学院フォーエバースペシャルイエッイエッはいはい、こんばんはなのかな、こんにちはなのかな、ライターの南波です。よろしくお願いします。はい、そしてはい、こんばんは、タワーレコードの、峯脇です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。峯脇さん、はい、最終回といいますか。そうですね、まさか最後が来るとは思ってなかったですね僕はずっとはい、なんつったらいいんだろう、見送り続けるというか、そう15歳になった人たちをお話を聞いて、で僕らだけが永遠に年を取っていくっていうスタイルでやってきてるんですけど、前に僕番組で、はい、父兄に生徒は卒業あるけど、はい、父兄に卒業なしと言ってましたよね、まさかね父兄の卒業が来る日がで卒業はじゃあ何なんですかねって聞いた時に死って言いましたよねそう死ぬ時がね卒業っていうねつもりだったんですけどね、はい、まさかね2021年に来るとは思ってなかったですね。本当ですよね、フォーエバースペシャルですよ、はい、あれですかね、皆さんどういう感じで今日やるのかご存知ですかね。この番組って皆さん知ってますまだあれですよね桜学院の皆さんですってやる前にもう普通に質問入りましたよね。そうですねやりましょうはいはいじゃあちょっと今切っていただいて、はいまあもういいです、流しましょうそこも行きましょう。はい、はい、それでは早速本日のゲストをご紹介します、いつもはですね最上級生をお呼びする形でしたが、今回は、8人全員にお越しいただいております、桜学院2020年度生徒の皆さんです。イエーイイエイイエイイエイお願いします。お願いします。じゃあ自己紹介をお願いします。はい、小東部6年がむしゃら委員長の木村咲愛です。よろしくお願いします。はい、中東部1年 PR 委員長の野崎夢です。よろしくお願いします。はい、中東部2年パフォーマンス委員長の戸高美子です。よろしくお願いします。はい、中東部2年教育委員長の佐藤音緒です。よろしくお願いします。はい、中東部2年副会長の八木美希です。よろしくお願いします。はい、中東部2年気合委員長の田中美久です。よろしくお願いします。はい、中東部3年トーク委員長の白鳥さなです。よろしくお願いします。はい、中東部3年生徒会長の野中心菜です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうなんですよ。例年だと、はい、中3の皆さんにお越しいただいてるんですけど、今日はね、全員ということで、はい、あれですよね。この番組、はい、中3の人がひっそりとやってきてひっそりとイベントをやってきたんですけど、今までご存知もちろんです。そうなんだ。あ、よかったね、非常に桜学院のなんかね、出演する番組の中でも、異常にアンダーグラウンドな一番謎めいたイベントだと思うんですけど、ただね、あれですよ、2012年とからやってるんで、だからすーちゃんの頃からやってるから、ある意味ね恒例行事の一つと言ってもおかしくない一応まあ恒例行事ではあるんですが、目指せ恒例行事でやってきましたからねなんだけどめちゃくちゃ緩いっていう。緩いですね。でも俺は見てましたよ。皆さんが、ここのステージ上がる前に、めっちゃ喋ること練習してたそう、なんかねめっちゃ練習してた、だからあれですよね、台本通りいかなかった場合どうするんですか本当にめちゃくちゃ緩いんで、練習してきた意味全く無意味になる可能性ありますからね。そう大丈夫です。大丈夫です。
そんなことないですよね。ちゃんとね、いろいろ喋っていただきたいと思ってますけども、はい、まずは最初のトークに参りましょうか。はい。はい、今もねバックで流れてますけど、今年度のアルバム、サンキューについて伺っていきたいと思います。イエーイ。アルバムもね、もう最後になりますからね。そうですね。僕曲もそうなんですけど、やっぱり特典映像の話を聞きたいなと思ってるんですけど、はい。今年度の学年末テストはどんな感じだったのかなっていうのを俺聞きたいですよね。どんな感じだった？でも結構意外な順位だと思います。なんかそうでもない。そうでもない。なんか上位がそうでもないか。でも意外とそうでもなくない？どうだろう。まあね、予想通りかな。予想通りかも。本当？でもね、問題数とかが多かった分、ちょっと予測不能な確かにそうだったなって思ってます。もうだってこれをご覧になっている方はもちろんアルバムそうですね。からもうね最後まで知ってるもう映像も全部見てるはずなんですけど、ただ申し訳ないです。僕ら実はまだ見てないので。だからどんな感じのドッキリがあったのかとかも全然知らないんですよ。今回のドッキリは撮影時に無茶ぶりが多くて、その夢キアとチューニーズとあと中3に分かれて撮影をしてたんですけど、なんか夢キアとかは壁に羽を張るみたいな。壁に羽を張る。壁に羽を張る。アートみたいなね。あとはチューニーズとかはなんかあれはダジャレとか謎かけやらされた。なんかで謎かけを考えてくださいみたいなことを言われて、で結構ミクがしっかり言えててびっくりしたんだよね。とか私たちとかなんかただただボケをするっていう。ハードル高い。モノボケをしてくださいって言われて、ココナスとか卓球渡されてさ、そうこれでやってくださいみたいな。すっごい無茶ぶりだった。とかある中であれだドンってそうです。なんか海に行ってその海岸で頑張るぞって言ってくださいみたいな言われて、なんで頑張るぞって言うんだろうと思いつつも、頑張るぞって言ったら後ろから森先生がバーって来ました。それ皆さんなんとなく感づいてたんですか？いや全然感づいてなかった。そうなんか毎年さなんかこの時期かなみたいな警戒したりするじゃん。それはあったけど、そのところでバーって出てくるところは予想してなかった。でも言葉は謎じゃなかった。だって頑張るぞっておかしくない？なんか頑張りますだった。そう頑張りますだった。なんで海に向かって敬語でさ海に敬語。だからなんか森先生が来た時に学年末テストを頑張るんだって納得しました。やっぱその辺気づく。まあ出てくるまで今年はうまくいったってことですね。でも私学年末テストの前日の夜に今までの学年末テストの問題を全部携帯でスクショして予習してました。感づいてたってこと？マジで？しかもそれをロケバスの中でもずっとやってないよね。もしかしたらあるかもって思って全部スクショしてやばいよ問題を解いてたんですよ。そしたら見事出て学年末テストで問題が出て、よっしゃーと思いました。さすがですねゆめちゃんね。できる子。だって歌の考古学の時もまさかセーラームーンの曲でグッとくると思わなかったです。結構泣きそうになるぐらいグッときたっていう。いやね。ゆめちゃんあれですね。なんかいや本当にだからまたもうなんか終わりみたいな話ですけど、いや今年で終わるのかっていうのはねもう本当残念でしょうがないんですよ。話が終わっちゃいますね。はい。アルバムの話いきましょうか。アルバムのレコーディングエピソード。アルバムっていつもちょっとずつ撮っていくんですよね。そうです。だからなんか一番年度が変わった時に最初にまず撮って
夢に向かってを一番最初に撮ってでまたその1年じゃないですけど、時間かけて撮っていくんですよね。でその終盤にレコーディングやっぱドドドってやるわけじゃないですか。なんかそこで最初と全然変わったなとかそういうところあったりしたら。でも個人的になんですけど、サキヤがごめんねお水飲もう全然いいですよ、飲んでいきましょう。なんかサキヤの音程がすごい取れてるなっていうのをどんどんそういう成長が分かってきて、あとそれがネオにも結構あって、初めはどうやって音程取ればいいのとか言ってたネオがもうスラスラちゃんと歌えてるというか、すごい上手になってて、もうちょっと感動しちゃいました結構練習した木村さん。私は一番練習したっていうのがサンキュー、新曲のサンキューなんですけど、そのサビでそのありがとうありがとうありがとうみんなでのところで、そのありがとうありがとうのところがすごく音程取れてるって褒められてすっごく嬉しかったです。あそこ意外と難しいよ。私レコーディング何回も撮り直したの。そうで木村だけで一発撮りって言われて。すごい。知らなかったんだけど。知らなかった。そうだったの？一発 OK だったんだ。一発 OK でそれで何回も何回もやってっていうことをやりました。すごい。めっちゃすごいじゃん。いっぱい練習したの？そう頑張って。新曲だから力を入れね。さきやちゃんザ・デイズのソロがあってアルバムからほらっていうさきやちゃんのソロがあるんですけど、そこを初めて聞いたときこれ本当にさきやちゃんってびっくりするぐらい上手で練習した頑張った。このスタイルすごい多いんですよね。みんなで木村さんに振ってで頑張ったおーってなるスタイルめちゃくちゃ多くない？なんかあれなのかな、みんな的にもさ妹的な可愛さがあるっていうか。ありますよ。みんなの妹だよ。そういう感じなんだ。なんかほら一応さメンバーじゃん。そのメンバーだけどなんかその可愛い可愛いみたいなのってなかなかなくないですか？でもそれで桜来たからめっちゃあります。結構あります。なんかね僕もこのインタビューをこの間させてもらった時にもそのスタイルすげえ何回もやってくるなってすごいみんなで褒めるっていう。落とすんじゃなくて褒めて終わるみたいな。さきやちゃんをあれすごかったみたいな感じでしかも木村さんも木村さんで結構それに乗っかっていくからあ、そうね、なんかインタビュー読むとそういう感じだよね。私の持ちネタなんですけどみたいな感じでねこれですよね。そうで佐藤さんも歌が結構変わった。変わった。でも私は結構転入当時歌がそんな好きじゃなくて、でも自粛期間ですごい音楽が好きになってそこから歌うことが大好きになりました。逆にそれまではそうでもなかったレコーディング前には練習してたんですけど、毎日してなくてこんなこと言ったら怒られるかもしれないですけど、いいですもう最後ですからもうガンガンいっていきましょう。はい、そんな感じでした。自粛期間でなんで変わったんですかね？すごい憧れているアーティストさんの曲をたくさん聴くようになって、私もこんな風に上手になりたいなっていう風に思って。でも桜入ったら結構そうかもしれないです。私もあんまり音楽が好きじゃなかったんですよ。そこまで歌を聴かなかったというか、でも入ってからなんか他のメンバーがこの曲いいよねって話してるのを聞いて、待って聴きたいとかなって歌にハマったっていうのはあります。そうなんだ。はい。逆にさその前までにそこまで興味なくても桜学院に入りたいとはもちろん思ってるわけですよね。はい。どういうあれで好きになるんですか？どういうあれ？じゃあ桜学院の曲がとかではないのかな？桜学院の曲がその入る時どういうところに憧れて
あ、ここに入りたいとか思った。でも初め私知らなかったんですよ、桜学院をまず。それでオーディションをいただいた時に、あ、そういうグループがあるんだってその時に初めて知って、そうなんです。でそれでそっから曲を聴いて、待ってめっちゃいい曲ばっかじゃんってなって、あ、受けたいなってなってオーディションを、そこから結構興味を持ってた。そうなんだ。はい。結構そういうパターン多いのかな。ですか？私もそうです。桜学院に転入する前はもう桜学院の存在がちょっとあんま分かってなかったんですけど、オーディションどうですかって来た時にたくさん桜学院って調べてMV ショートバージョンなんですけど MV をちょっと見たりとかしてました。すごい。今木村さんが何か言おうとしました。はい、私はその2018年度のライブをちょこちょこ見に行ってたんですよ。のでそのちょこちょこ見ていて、こんな桜学院があるんだと思ってオーディション来た時に、うわ、やったと思って受けて、それで桜学院に入ってすごく楽しいなって思います。同じタイプ。見に来たライブ。私はチャオの付録についてくるチャオチャオ TV で桜学院のことを知ったんですよ。でそれで2016のバレンタインライブで初めて桜学院のライブを見て、でそこからすごい好きになってずっと音楽とか聴いてて、ちょっと入りたいなって憧れてオーディション受けて受かりました。チャオチャオ TV。チャオチャオ TV。私アニマリズム時代です。ああ、アニマリズムね。DVD のめちゃめちゃ野中さんがミニアキさんを見て、チャオねみたいな。もうね、チャオチャオ TV を見てるってことは分かってるんですね。そう。見てますよねみたいな感じでしたもんね。そうけどあれですよね、みくちゃんの時はだってね、オーディションの時も桜学院さんが出てますもんね。横浜でね。出てました。ね、僕はあの時見に行ってたんですよ。みくちゃんがだからチャオでグランプリ取った時、見に行ってましたあの時だから。だからすごい覚えてます。すごい。そう色がすごいこう真っ黒で。真っ黒でなんか変な特技して。なんかすごい覚えてますそれは。よくグランプリになったなって感じ。めっちゃ面白い。そうなんですよ。それが今やもうそうなんですよ。中2ですよ。早いですよもう。じゃあ結構あれなんですね。桜学院知らない子もオーディションの誘いで入ったり。意外とそうなんですね。はい。がっつりね、不敬さんだったっていう人もね、これまでもいたし。そうですね。意外と。なんすか。何があった？なんすか。何？何もないです。さっき今まで桜学院のがっつり不敬でそのまま転入した方もいらっしゃるって言ってたと思うんですけど、さきやちゃんがさらちゃんじゃない、さきちゃんそうだね、白井さきちゃんだね。ちょっと名前を間違えて名前をちょっと間違えて言ってたのがちょっと面白くて、ごめん俺も余計なところを拾わなきゃよかったですよね。傷口を広げていくスタイルになっちゃいましたね。さきちゃんだよね。さきちゃんちょっと間違えちゃって自分でもやべえと思ってね。大丈夫。気づいたのが大丈夫。アルバムの聴きどころなどありますか？たくさんありますね。たくさんありますよね。めちゃくちゃたくさんありますよね。本当にあります。本当に。曲なんですけど、私はやっぱり夢に向かってがすごいおすすめだなって思うんですけど、毎年いつも言ってることなんですけど、1年間の成長が聞けるのが夢に向かってってあるんですけど、今年度は転入生も入ってこなかったので、去年からの声の成長も聞けるんですよ。なるほどね。なのでなんかこの子すごい歌が上手くなったなとか、この子がここのソロをもらったんだなとか、ちょっとワクワクしながら聴けるので、すごいおすすめだなって思います。去年とパート変わったりとかしてるんですか？変わってますか？引き継いだパートもあったりとかして。パート変わるの結構大変じゃん。同じメンバーでさ。確かに大変かもしれない。なんかごっちゃになったりしないですか、ライブとか。でも案外それはないかもしれない。一回脳を捨てて、脳を捨て中身を。俺この話前にも聞いたことあると思うんですけど、全然
覚えてる人と覚えてない人ですげえ分かれるんですよね。いやでも今年はみんな結構覚えてますね。歌パートとか。いやその各年度の覚えすぎちゃってる人みたいな、だからその18年度のやってって言われたらやれちゃう人。やれます。ミクです。それすごいですよね。ミクはもう立ち位置も完璧だし、しかも他のメンバーの子も覚えてるくらい。2017年度の立ち位置の方が覚えてるんです。それ本当にすごいですよね。しかも何があったのか日時も結構ずっと覚えてる。2017からもう記憶がすごい。記憶力がすごい。一回覚えたものはなんかずっと脳にあって、すごいよね。なんで？わかんない。忘れててもなんか言われたらあそういえばってなるんですよ。なんで？記憶力すごい。そう小5とかも。それでさ、その最新のやるときにごっちゃにならないんでしょ？はい、なんない。わあ、本当にすごい。すごい。いいな。いいね。いいな。八木さんは全部忘れていくスタイルですからね。そうですね。一回全部忘れるタイプです。じゃああれだ、去年の立ち位置やってって言われたらもうちょっと。多分小5の位置とか言っちゃうかもしれない。逆に。ああ大変だよね。大変だなって思いますよ、毎年毎年。毎年ですもんね。しかもメンバーも変わってないのに歌割り変わるとかだと結構難しそう。はい。でも確かにそこも聞きどころですよね。そうですね。はい。他に何か言っておきたいことありますか？聞きどころ。白鳥さん行きましょうか。考えてた？今ね、間違いなくね。ちょっとあれだったもんね。なんならマイク下ろそうとしてたもんね。やめてよ。大丈夫です。しっかりやるんで。やっぱりザ・デイズ新たなる旅立ちなんですけど、そのところで笑顔に背中を押されたよってすごいいい歌詞があるんですけど、なんかそこを歌うのを任せていただいて、私が自身が任せていただいて、結構どうやって歌ったらいいんだろうと思ってたんですけど、レコーディング中にアドバイスもらってで歌うことができて、自分で聴いてみたらなんかなんだろう、素の自分が出せてるところのソロだなって思ったので、なんか聴いてほしいなって思います。あとザ・デイズはなんか結構みんなのなんだろう、私たちの等身大がすごく書かれているので、歌っているのでぜひ聴いてほしい。あれですよ、縦板に水のようにトークが出てくるときは要注意ですよ。練習案件ですから。練習案件、あるいはいっぱいインタビューを受けていっぱい答えてきた言葉。ちょっとある。そういうのがあるとちょいちょい僕も突っ込んでいこうかなと。めっちゃやだ。でもさ、インタビューって本当大変じゃないですか。大変。一日にさ何本も受けて結構同じこと聞かれるから、あーっていうさ絶対なるじゃん。そこでちょっと違うこと話した方がいいのかなとか。なんか毎回変える。ね、大変ですよね。俺もなんかあれでもよく思うもん、インタビューしてて、あ、これはどこかで言ったのではないかみたいな。バレるんだ。でも確かにもうそれもスムーズすぎるぞみたいな時はちょっとね、そういうのが来たらなるべく外すようにはしてるんですけど、きっともそうだから今日もそういうことがあったら、桜学園でインタビューしてわちゃわちゃしないんですか、メンバー間で。わちゃわちゃもあるんですけど、わちゃわちゃまで行ったらラッキーで、やっぱ基本的には皆さん真面目だから、やっぱちゃんと答えようとするんですよ。ちゃんと答えようとするんだけど、でも本当はわちゃわちゃしてるじゃん。本来は。だからわちゃわちゃが始まった時はちょっとホッとする。むしろわちゃわちゃしてくれって思いながら、どうにか質問をちゃんとした質問をしつつ、呼び水でちょっと違うちょっとでもなんか可能性があったらそこに突っ込むっていう方法でも
確かに結構真剣に答えちゃうかも。職員室の先生の目がそういうことなの？だって結構そのアルバムについてとか結構教えてくださるんですよ。そしたらあ、それ言わなきゃなとかいろいろ考えちゃうから。でも先生も多分いやそんなにいいよって思ってると思いますよ。そうですか？怖い、見れない。なんかそういうことよりもなんか面白い記事の方が多分いいと思うんだよね。確かに見てても面白いですよね。そうそう。だから自分もそのクリスマス公演の時に怒られたって聞きましたけどみたいなのをちょっと聞いてみるんですけど、やっぱりちょっと真面目だからいいように言うっていうか、ライブがより良くなるように指導していただきましたみたいな。確かに。そうそう。たまにこっちも仕掛けるんですけど、その時になんかいや怒られましたねみたいにはならないから。そうそう。なるほどね。けどファンの人はね載ってるのいろいろ読むんで、やっぱり違った方がいいんですよね。確かに。そうですね。わちゃわちゃしてるやつがあって真面目に答えるのもあってっていうね。そう。なるほど。っていうのを今言うっていう。もうね。もうインタビューとかないんじゃないのかなっていうぐらいね。そうです。なんで今日はここからの残り時間はわちゃわちゃしてもらって全然大丈夫なんでリラックスしていきましょうよ本当に。楽しくいきます。というあたりでザ・デイズの話が出たのでMV を見る時間ですかね。毎年恒例なんですけどミュージックビデオを見ながら皆さんに副音声的に解説じゃないですけどここが見どころとかあの時ああだったみたいなのを話してもらいながら見れればいいかなと思っております。はい。イエーイ。イエーイ。楽しみだね。いけるかな？どうだ？じゃあ曲振りの方お願いしていいですか？はい。桜学院ザ・デイズ新たなる旅立ちです。どうぞ。どうぞ。夢。あれ。桜綺麗。ずっと思ってたんだけどこの桜ってどこの桜なの？確かに。確かに。どこなの？学校の前のやつじゃないの？そういうこと？撮影の時のやつ。そういうことか。多分そうだよ。ね、この時眩しかった。なんか目パチパチしたよね。瞬きをしない。足が揃ってないここちょっと。気づかなかったかもしれないじゃん。さっきはこの時おんまゆなんだね。そうだね。めっちゃ前髪短いもん。めっちゃ前髪短い。あ、切ない顔。切ない顔。いいよ、美しいよ。あ、楽しそう。これさ、夢の後ろの桜さ、夢の絵が下手くそすぎる。これ夢が描いたの？あっち待って。一つだけ。てへへ。楽しかったこれ。楽しかったね。楽しかった。結構オフショットっていうかなんだろう。ね、感があるよね。かわいい。これさ何回も撮り直してる。もう10回くらいだよね。楽しそう。なんか若干もらってないわ。白バッグね。いいよね、白バッグ。あと花びらもねついてるから。ね、いいよねここ。これみんながくしゃみが止まんなかった。そう花びらの繊維がちょっとみんな合わなくてくしゃみをたくさんしてた。ここの振り大好き。わかる。ナスの笑顔がいいね。ね。めっちゃ天気良かった。屋上怖かったな。この振り大好き。
これこの写真私が撮ったこれミクが撮ってくれてる。すごい綺麗。あ、これ楽しかった。楽しかった。これね高いんだよね意外と。そうめっちゃ高い。なんか台みたいなところに乗ってめっちゃ風もすごくて。ここ可愛い。めっちゃ好き。これめっちゃ好き。ここめっちゃ好き。桜の花びらが乗ってる。これ本当に楽しかった。これめっちゃ楽しかった。ここめっちゃ好きなんですけど。めっちゃ連続で撮った。ここみんなのさ変顔とかあるよね。止めたらやばかったけど。あれください。これペアペアでね。これも楽しかった。これ何やってんの？なんか自分でもわかんない。ねかっこいい。このさ、うわいいねここ。さっき言ったのね。白バッグいいな。桜の花びらがね入ってて。それこれ投げるのめっちゃ楽しくなかった。めっちゃ難しかったよね意外と。なんか投げ方上手な人とさ。めっちゃ飛んでる。ミコじゃない？ミコかな。うん、多分めっちゃ飛ぶ。はい。ここめっちゃすごいです。ゆめちゃん、ゆめちゃん、私がカメラにかぶせたんです、ジャケットを。かぶせたんじゃないんでしょ。かぶせたんじゃまだよね。投げたらこれだったんです。投げたらカメラに当たっちゃったんですよね。スリットだ、オフショット。すごい。かっこいい。あれは偶然？偶然？偶然です。偶然です。これは本当にメンバーが撮った写真。そうね。結構使われてた。なんかみんなここ見てよ。ごめんね。ネオ可愛い。あ、これめっちゃ面白かった。一緒に貼られたやつ。そうだ。寄り目してた。ゆめとね、可愛かった。なんかこうやってさ MV の後にさ、オフショットがさ流れるのって初めてじゃない？初めてだね。こんなん撮ってんの。こんなん撮ってたんだって思うくない？なんか自分が撮った写真が入ってたらめっちゃ嬉しかった。みっちゃんが結構使われてた。ずっとカメラ持ってたもん私。私この時さ、最終的にどうなるのか分かんなくて、こんな風になったんだね。そう。びっくりした最初。近い。どんどん近くなってきて。近いの。なんかでもちょっと懐かしくないこれ？懐かしい。懐かしに感じる。いつぐらい撮ったんですか？4月春。結構前に撮ったの。保管してたんだよねみんなで。撮ってる時から MV の完成めっちゃ楽しみにしてる。みんなで話した。これ注目私なんですけど。逆やばいの。これみんなの字です。あ、そう。みんなの字。そうです。イエーイ。イエイ。これのなんか裏話というか、こんなことがあったみたいな。めっちゃあるかも。私もある。さっき出た階段あったじゃないですか。あそこの階段でミキ一番後ろでネオと歩いてたんですよ。走るシーンがあっての時にちょっと2人でこけそうになって、でも一番そう滑ったんだ。滑ってでも一番後ろだから大丈夫だよねとか言ってたけど、ギリギリ映りそうになってたからちょっと危なかった。映ってはいない。ギリギリっていう。他なんかありますか？はい。
はい先ほど結構その桜の花びらとか知ってたと思うんですけど、その後のお掃除が大変でしたね。本当にもうみんなでもう花びら集めて、そうでも集めたのにみんなまたパーってやっちゃうみたいな。そうお掃除がすごい大変でした。でもメンバーが掃除するんですね。なんかスタッフさんちょっとお手伝いしたみたいな感じでも結局邪魔しちゃった。結局みんなそう集めたのにまたそれで遊んじゃうみたいな。で怒られちゃったみたいな。そうなんですね。楽しかったね。あとはいいいよ。いいですか？はい。結構廊下とか教室とかにもなんか学級だよりとかそういう学校に貼ってあるお便りみたいなのが結構壁に貼ってあって、で学年末テストかなってみんな結構疑ってて、そう結構ああなるほどね。めっちゃ疑ってたんですよみんな。なんか桜学院専用のなんかそうプリントとかもあって。で結構それを覚えてたりしてたんですけど全く出なくて、出なかった。はい。しかもそのオフショットの時に誰だったっけ、私の背中にその学年だよりみたいなのを貼った人がいたんですよ。夢です。夢か。私廊下に落ちてたんですよ。その貼ってあったのがちょっと多分風かなんかで落ちてて、あこれさなちゃんの背中につけようと思ってまず考えるいたずらでペタってつけて写真を撮ったんですよ。そしたら使われちゃった。さっきのやつがね。そうです。ピースしてる後ろ姿のやつが使われてました。あれでもさなんかなんつうの気づかないレベルのでかさじゃないよね。割とがっつりでかいの貼ってましたよね。中いっぱいにある紙だったんですけど、1回目は気づかなかったんですけど、気づかなかったんだ。撮った時に気づいて、何これみたいになって、まさか使われてるって思わなくて使われてました。そこでさなんかさ喧嘩じゃないけど起きないですか？いや起きない。笑いが起きました。ハッピーエンド。ちなみにそういうことってあったりしました？そういうなんか笑いでやって本当に怒っちゃった。そう。私整列2列になって写真を撮る時があったんですよ。その時にココナスが私の後ろだったんだですけど、なんかこうやって鬼みたいなよくやるやつですね。で私本当にそれが嫌で嫌だったんですよ。それで1回目注意して分かったみたいな感じで言ってもう一回やったらやっぱ気配を感じたんですよね。それでもうやめてって言ってるじゃんめっちゃ結構怒りました。好きなんですこれが。わかる、いいよね。よくやってる。それでちょっと初めて多分それで怒りました。今ね木村さんがやってたんですよ。気配なかった仲いいねでもね。確かにでも喧嘩とかはあんまりしないかもしれない。あ、そうなんだ。はい。全然ない。なんかみんながみんな優しすぎてあんまりそういうなんか大事件みたいなことは起こらない。みんなそう笑って終わるって感じです。そう。もうやめてよみたいな。ごめんね。やっぱあれかな、8人っていうのもあるのかな。なんかもっと多かったりするとさ、この人とあんまり話したことなかったなとか。ありますよね。でも話すね。みんなと話してる。でも今まではあんまり話さなかったみたいな子はいるくない？いる。いるんだ。12人だったら話さない。でもそうですよね。人数多いとだし、メンバーもそうやってその新メンバー入んなかったりとかがあったから。今年度になってミコとネオちゃんがすごい仲良くなったなっていうね。めっちゃ仲いいの。確かに仲良くなった。そう、そこは何があってそうなったのか知りたいですよね。なんか2人で行動することが多くなって、それでネオちゃんがミコちゃんみたいになって、そうミコちゃんみたいになって、ネオがそう前まですごいおとなしかったのに、なんかミコといてかわかんないんですけど、すっごくなんか明るくなって、なんかたまにミコよりテンション高い時があるんですよ。ある。めっちゃ高い時だよね。わかる。そう。なんかだからちょっと毒舌っぽくなる時もあるみたいなね。そう想像つかないんですよ。毒舌と思って。結構レッスン中とかにパッて出たりしない？ネオのことあるよ。そう結構なんか私がボケたりするとサナちゃんなんだよねみたいな感じで言われるとかなんかボケたらココナちゃんそれ面白くないよ。しっかり言うから。しっとり言われると結構ショックだねそれね。佐藤さんに言われると。なんで
ね縮まったんですかね距離がでもね。2019年度の時はそこまで話してなかったんですよ。で2020年度になってなんかいろいろ話す機会が増えて、なんか2人とも仲良くなったって感じです。なんかネオがミコといると落ち着くって言ってくれるんですけど、いいじゃんいいじゃんっていいじゃん別に。いいなでも私はダメなの。言ってくれたことない。私じゃダメですか。でもあるよねそういうね仲良くなるタイミングとかよくわかんないけどさ。確かに不思議なもんですね。そうですよね。他にもそういうことあったりしました？今年度急にここが急接近したなみたいな。どうだろう。あでも私はよく最近っていうかココナスとよく話すようになって小5小6の時は私あんまり話さなかったんですけどその今年になって結構よく喋るようになったなって思います。素直に話してくれるようになりました。なんか素直になんかよく突っ込むようになった。そう突っ込む。なんか今まではココナスがその変なこととかしててあわははははって感じだったんですけど、ちゃんと苦笑いしてたもん。愛想笑い。愛想笑い。苦笑いじゃないですけど、今年になってココナスが変なことしたらちゃんと私が突っ込むっていうのができました。大人になったってことですねゆめちゃんが。確かに。その小5小6の時なんで話さなかったんですかね逆に。なんかココナスはよくさなちゃんとかみこちゃんとかみきちゃんといたからちょっと話しかけていいのかなみたいな。わかるわかる感じわかるよ。あ本当わかる。ったからあんま話せなかったけど今年になって結構みんな一緒だよみたいな感じになってからそういう空気がなくなって話しかけやすくなりました。ああなるほどね。やっぱあれなのかな、十何人とかになると、3人何人とかって固まりやすちっちゃい塊ができやすいとか、確かにそれはそういうことなのかもしれないですよね。あと地方が多いってのもあるんですかね。ほぼ地方で。ほぼ先合以外先合以外みんな地方。8人のうち7人が地方組で。ですね。そうなんですよ。そうか。びっくりですよね。しかも7人中4人が九州。じゃあ集まるときは一緒にいる時間すごく長くなるんだ。そうでもない。そうでもなかった。でもあれじゃない、この3人は新幹線がずっと一緒なんですよ。だからその移動中とかは結構話すようにはなったよね。確かに。そうか、新幹線か飛行機か。そうですそうです。そうか。なるほどね。ちょっとぬるっと MV の話から入っちゃいましたけど、後半は割とフリーに2020年度の桜学について話してきた。でちょっとねいくつか質問がこちらで用意しているのがあるんですけど、これは聞いておきたいっていうのがありまして、怖い。桜学院はよくピンチをチャンスに変えた歴史がありますが、今年度はどうでしたか？なるほどなるほど。これはもうね、ピンチチャンス。これはもうバッチリ練習してきた回答が練習したのを発揮できる。なんかそこだけすごいマーカー？絶対言うだろうな。台本にもなぜかこの質問だけ色がついてんだよね。怖い怖い。だからみんなそれを中心に考えてます。でピンチありましたか？今年度。でもめっちゃあるよね。めっちゃある。ありますあります。知りたい知りたい。どんなピンチがありましたかね。はい。大丈夫？いいよいいよ。今年度はやっぱりこのような時期なので、自粛期間があった時があったんですけど、その時とかにそのステイホームの桜学院の公式ツイッターでステイホーム期間でみんなでなんかリレーみたいなことをしていて、コメントを書いたりとかステイホームって書くやつを出したりとかしていった時に、フレッシュでどんな企画をしたいかみたいなのがあって、その時にミクが桜学院が10周年なので今年で、その10周年クイズをしたいみたいなのをツイッターで出したんですよ。それがなんと
桜学院のレギュラー企画となって、なのでちょっとみんなと会えなかったりとか、そういう時期はあってピンチだったんですけども、それをフレッシュの企画に変えたので、チャンスになったんじゃないかなって思います。確かにミクすごいなって思いました。企画になったんだもんね。そうなんか2017の時に7周年クイズっていうのをやってフレッシュで、それがすごい楽しかったんですよ、私の中で。なんかいっぱい正解もできて楽しかったんで、またやりたいなと思って、ちょっとなんもないよなんかちょっとね、やれたらいいなみたいな軽い気持ちで書いたら、ちょっとレギュラー化されててすごい嬉しいです。めっちゃ嬉しいですね。めっちゃ嬉しいんですよ。でも企画使われたことあります。ある急にマウンティング私もあるもんみたいな。ありますよ。なんかフレッシュの時になんかどういうのやりたいって言われて、なんかこうやっぱり今リモートだからこの上半身しか映んないじゃないですか。だからその下でできることなんかないかなと思って、何してるでしょうかっていうゲームを考えたら使われた。見たね。見たよ。本当？だからちょっとイエーイ。はい、他にどんなピンチありましたかね。他にあるピンチ？はい。ピンチっていうか、やっぱこのような状況で、桜学院のライブがすべて配信ライブ、そうでしたね。すべてではないんですけど、配信ライブになったんですけど、その配信ライブ用の表現だったりとか、この四角い画面にどれだけふけいさんに思いを伝えられるかっていう部分がちょっと私たちも研究したりとかいろいろして成長できたので、そこはチャンスだったんじゃないかなって思います。確かに。なんかすごい面白いなと思ったのが、そのカメラだからマイクの持ち方を変えたみたいなさ、だからこうじゃなくてこうするみたいな話、その顔がちゃんと映るような持ち方にしたみたいな話とかも聞いて、そんなこと考えるんだと思って。特にさっきは私が顔が小さいので見えないよ。マイクこうしちゃうとそうなんです。なんか小指で立てちゃうんですよ。小指で支えちゃって、でも顔見えないよって言われてからずっとこう持つように意識してました。確かに。そうなんだ。確かにめっちゃマイクが大きく見えますもん。本当めっちゃちっちゃい。ねえ。あと桜さんのね、ライブはカメラが多いもんね。そう。配信ライブはカメラめちゃくちゃあるもんね。嬉しいです。逆に難しくないですか、そのカメラがこう動いてくるからみたいなのも。それは難しい。なんかステージ上にこのカメラがブンブンカメラって言ってるんですよ。謎の名称あるけどあれですよね。ブンブンカメラ。ブンブンカメラ。人が持ってこうやって動かすやつ。あれは結構立ち位置のなんか移動とか、なんか例えば一番にいるとするじゃないですか。そしたらカメラのそのブンブンカメラさんが一番に来るってなったらどけないといけなかったり。なのでそういう変更とかには強くなったなとは思います。そうですよね。はい。あ、そうなんだ。それだって想定しないと、だってあんな中にみんなの中に入ってね、そのぐるっと回るとかすごいカメラワークだったじゃないですか。あれは本当に桜学院の配信のライブはいつもカメラワーク面白いなと思って見てましたね。だしマジで練習どうやってやるのかなっていうのはすごい不思議に思ってました。結構何回もやります、リハーサルとか。そうですよね、やっぱね。で毎回ほらステージごとにカメラ違うじゃない。この前のやつはなんだ、こうセンターにこう上下するカメラが上あったりとか、あとねクリスマスだとまたそれが違ったりとかするから、本当に大変。逆にお客さんいるより大変かなっていう。それはあります。なんかそう横を向いた表情だったりとか、そのもう手先ね。そう手先までそうしっかり丁寧にやらないと、なんかなんて言うんだろう、綺麗に見えないので、すごいそこはみんなでねこだわって練習してました。ミキがなんかすごい笑ってる。横からめっちゃ笑い声聞こえる。めっちゃツボ入ってる。だって手指って何？いや違う、出てこなかった言葉が。手先ですね。指先ね。でもあれっすよね、その配信のライブずっと続いてたから、この間のね
ゼップ横浜のゼップ横浜ね、感動だったんじゃないですか。もう嬉しさが何倍も私は何倍もありましたね。見る側もね、もちろんだから見る側ほら声出せないからね、そうですよ。多分結構感極まってる人たちいたそうね。だと思いますよ。結構ツイッターとか見てると結構ね、久しぶりに会えたっていうかね。確かになんか1曲目がフライアウェイだったんですよ、でなんかやっぱり初めフライアウェイって結構かっこいい感じの曲だから、私もちょっと頑張って真顔というかクールな表情でいきたいなと思ってたんです。そしたら出た瞬間思いっきり笑っちゃって一人めっちゃ明るい子みたいになったからとか思ったけどもう耐えれなかったです。あでも笑顔なんだね。笑顔しかもね、フライアウェイって最初後ろを向いてるので、フケイさんの顔見てないんですよ。最初にだから早く振り返りたい、早くフケイさんの顔見たいと思って、ここまですごいクールなんです。振り返った瞬間歯見えるぐらいはなんかグッときて泣きそうになるとかとはまた違うんだ。そうですね。でもそれもそういう人もいる。幸せだなって思って。後半につれてなんか涙が溢れてきそうにはなりました。しかもフケイさんが結構フラッグとか手を振ってくれたりとかしてたので本当に感動したし嬉しかったです。そうだね。ウェーブしてましたからねみんなね。チャレンジ MC。そう。ゼップで初めてウェーブ見ましたね。やけど本当にね、お客さんいる前でやったのって本当1年半ぶりですよね。バレンタイン以来だっけ。そうですね。こんだけ長くやんないと感覚は大丈夫でした？お客さん全然嬉しさで全然問題なく。でも結構つかみづらいっていうか、やりづらさはやっぱありました。なんかどうやって盛り上げたら楽しくなるのかなとかっていうのはめっちゃ考えました。で、あれですもんね。しかもね、リアクションないですもんね。そうなんです。声が出せないからみんなこう拍手かこう振るしかないですもんね。リハーサルっていうかレッスンの時からそのいつも配信だった分、フケイさんと直接会った時ってどんな風にどこに目線やってたっけとか、そうなりますよね。難しかったけど楽しかったね。楽しかった。なんかでも拍手の長さみたいなのがあれがなんか声援って感じですよね本当にね。最初の MC 始まるところは異常に長かったね。いわゆる歌の考古学の後みたいな感じ。もう熱こもってましたからね、僕の前の席の人のこと。本当にそうでした。歌の考古学の話も出ましたけど、歌の考古学もね、いや久しぶりにね、歌の考古学去年なかったんでね。なかったんですよ。話がね飛びますけどもね。いや良かったですよね。本当に素晴らしかったですよね。これぞ桜学院って感じでしたね。木村さんがね、本当そうかね。自分的には泣いちゃったのですごく負けず嫌いなんですよ私。すごく知ってるよかったよかった。わかる。そうで負けず嫌いでこのまま終わりたくないと思っていいですかって言ったらいいよって言われてすごく自分的に本当に嬉しいなって思いました。もちろんさステージ上だから誰に相談するでもなく一人でずっと思ってたでしょ。なんかココナちゃんがその次歌ってたけど言った方がいいかな。いやでもと思ってずっと考えてました。そしたらじゃあ終わりますの最後にさきやちゃんが手を挙げて私もう一回歌わせてくださいって言った時にビクってしましたね。で校長が終わってマイクつけて僕ねだからあれ見た時にこれぞ桜学院だなと思ったんですよ。最後じゃないですかもう。そうなんですよね。全員卒業だから3年生だけじゃなくて全員だからあそこでねやめてたら桜学院の最後がね泣いて終わっちゃったっていうそこがほらもう終わりがあるっていう前提だからそこでもう一回やり直して成功させてっていうのがなんか桜学院のいいところがなんかこうギュッと詰まってる感じのね。やっぱそういうハプニングっていうか想定していなかったものが起きた時にやっぱワクワクしますよね。見る側も。そうですね。だから転入式でねなんで私が特委員長なんですかっていうのもそうね言いましたね。
場面だし、桃江ちゃんのあれもいいし。ああいう時って皆さんはステージ上で何を考えてるんですかね。どうすればいいんだろう。どうしようかなって感じ。想定していなかったものが起きた時のそのねリアクションをみんなどう考えるんだっていう。なんかでも3人は転入生だったからまだちょっと分かんないのかなって思ってたんですけど、他の5人はなんかこの空気は一体大丈夫か、もう頭の回転が異常に速くなっちゃってギルギルギルってなってなるけど何も言えない。何も言えない。立ってるだけ。あそこで何か言ったらちょっとあれですよね。あそこはやっぱりもう校長が解決しないといけない場面で。でもあの後にねつぐちゃんがなんかちょっと面白い雰囲気に持ってってくれたので、あれはすごい助かったな。本当に。だからそういうね木村さんがそうやって入って歌いたいですって言った時とかもねみんなもってなりますもんね。この子やるなって思って急にってけど意外にいや私ももう一回やらせてくださいみたいな風にならないかなってちょっと思いましたけどね。時間がもうあれからね。時間がねってやっぱね考えちゃいますもんね。そこがやっぱもう大人ですよねちょっとね。確かに。そこ考えないでもう入れますっていうところがやっぱドラマを生むというか。がむしゃらにね。がむしゃら委員長なので。はいはい、質問移りましょうか。次の気になるよ。なんだ。意外とでもね今までの会話に含まれていることも結構多いんですよね。結構あった。会えない時メンバー同士で連絡し合ったりはしてましたか。メンバー同士のコミュニケーションは減った増えた。言っていいですか。私ミキとめっちゃ自粛期間中会話が増えて1日3時間ぐらい毎日ビデオ電話とかしてました。ミキサラともしてたんですけど、ゆめとも結構勉強一緒にめっちゃやってた。偉い。ミキちゃんに英語を教えてもらってたんです。もう教えてって言われてあいいよみたいになってなんか夜ぐらいになんか一緒にダンスを踊ってそこからも勉強しないとみたいに言って一緒にやる。すごい。一緒に勉強って何その映像でつないでビデオ電話でこう携帯置いてこうやってこれ何みたいな。すげえ。白鳥さんと3時間ぐらい話すってどういう感じ。これフリートーク。フリートーク3時間。何も考えてなかったよね。ずっと話してたよね。でもなんかいろんなことを。そうなんか結構やっぱり自粛中だし、メンバーとも会えないから次会った時どうするみたいなことは話したりはしました。やっぱり。その時にさ真面目な話とかもあるんですか。あったっけ。いやほぼ笑い。ミキとはほぼ笑い。いやこれからの桜学院どうするとかってそういう話はしないの。スタンプつけて2人で笑い合ってるみたいな。いつ有観客でやりますかねみたいな。でもあれじゃない8人でビデオ電話した時にこれからどうしていくみたいな感じでそういうのもあったんだ。はいありました。それは本当個人的にあれだなんていうの先生になんかミーティングしなさいみたいに言われたとかじゃなくて普通に職員室の先生とはなんか普通にじゃあ今日職員室の先生と8人みんなでっていうのはあったんですけどこうやって8人の時は自分割と自然発生的に8人でそのどうすんのどういう会話するんですか。久しぶり髪伸びたね。でも始まった瞬間さみんなさ会ってないからちょっと気まずくなかった。あそうなんだ。何話すみたいな。夏休み明けに学校行くみたいな。そう本当にそんな感じでした。で結局どうなんですか会話増えた。会話は結構増えたんじゃない。増えたと思う。増えたと思う。久々に会ってさ自粛明け期間から久々に会った時にやっぱり桜のメンバー可愛いんだなって思って。怖い声で可愛いなとかなんかすっごい背が伸びてるなとか。あったねさっ
キヤとか。でもゆめちゃんも身長めっちゃ伸こびた。の二人の成長が伸びた。そう確かに身長がね。そうなんですよ。半端じゃない。だから自粛前と自粛明けで背の並び順も変わったりとかして。そうなりますよそうだね。膝小僧が長いからわかんないね、今の身長が。そうなんです。膝小僧でね、順番がね、わかるんですけど。どこら辺が入れ替わった感じですか。白鳥さんが。私早かったよ。早かったよ。なんでそんなすぐ言うんですか。私別に早かったよ。白鳥さんは今下から一応2番目。2番目。立ち位置をもらってます。でももうすぐ1番目になるかもしれない。あとこんぐらいちょっとギリギリって感じ。卒業8月末でやってほしいですね。8月29日に。確かに。大丈夫です。測り直す。大丈夫です。けど確かに久しぶりに見たときに2人がなんか大きくなったなっていうなんか成長が親戚のおじさんモードになってましたけどね、僕ね。本当にそのジャケットとかノーミュージックのアイドルのポスターとかね見るとね、えって一瞬分かんなくなるぐらい皆さんね成長してるからびっくりでした。ちょっと個人的なところも聞こうかな。はい。今ならもう言っても許されるでしょトーク。もう言っても許されること。まるまるさんのあんなことこんなことせっかくだから喋っちゃうぞ。まるまるさんのこういうところびっくり信じられないなどなど。もう最後だから。言っちゃう。ありますかねこんなんね。結構みんなあるんじゃない？ある。あると思うよ。これ挙手制でいきますかじゃあ。言われそう言わないで。いや当てた方がいいんじゃない、生さんも。当てますか。でもね佐藤さんがちょっと手を上げる。上げてないですよ。上げてないです。ちょっとグッと。ある人いますか。お早い。あ、根を上げてる。上げてるじゃん。じゃあ佐藤さんからいきますか。はい。私さなちゃんなんですけど、2019年かなに私がチョコを部屋に置いてたんですよ。で、チョコ置いてたら暖房つけないじゃないですか。溶けちゃうから。だけど暖房の真下に私がチョコを置いてたんですけど、さなちゃんが暖房つけちゃって、で私がその後チョコを開けたらドロッドロになって、もう壊れちゃって、なんで知らないんだもん、仕方がない。だから暖房つける前にちょっと言ってほしかったなっていうのは言いました。ごめんなさい。それは何？その後そういう話はしたの？いや、しませんでした。しなかったんだ。じゃあ今知ったんだ。今知りました。今知っちゃった。ごめんね。可愛い。めっちゃ可愛いエピソード。チョコレート。白鳥さんも挙手してましたよね。はい。私結構2018、2019で結構ミキと結構喋ってたんですね。確かに。そしたら違うか、2019でミコが入ってきた時にミキとミコがどっちとも AB 型でなんか気が合うみたいでなんかたくさん喋り始めたんですよ。そしたらミキといる時間が少なくなっちゃって言ってなかったけど正直ちょっと嫉妬っていうかなんかそうなんだ。嫌な感じがして寂しかった。寂しかったんだ。そうなんだ。なんかミコが気まずいんだけど。大丈夫。ミキも気まずいんだけど。ね、だったら私もなんですけど。ある。一時期去年ミコとすごい仲いい時期があって、でもちょっとそう仲いいなって思ってたら次またミコミキのとこに。ちょっと戸高さんめっちゃ人気じゃん。私も新幹線でよく3人で帰ってたんですけど、その時にミキちゃんとミコちゃんで話が盛り上がっちゃうから、私は一人で悲しかったです。なんでミコが一番気まずい。それは違う。面白すぎる。みんなもう心に秘めてたんだね、そういう気持ちをね。
言った方がいいかもしれないですね、それはね。言ってほしかったな。言ってほしかったな。モテモテですね。めちゃめちゃモテモテじゃないですか。顔が赤くなっちゃったよ。面白い。八木さんと2人で話すことめっちゃ多かったんだ。八木さんと2人、あ、向こうが2人ってことですか。確かに。でもなんか最初はあまり喋らなかったんですよ。でもなんか2人で結構お出かけをした時に笑いのツボがあったって思って、そっからずっと。じゃあ初めミコとめっちゃ気まずかったんです。そうだから新幹線の中とか2人で例えば乗るときに何に話せばいいかわかんないから、ご飯中とかに例えば会話がないから、あ、このご飯美味しいね。で会話が終わってました。会話ベタだったんだ。毎回それで終わるんです。だから、あ、今日天気いいね。そうだね。今日も頑張ろうみたいな。終わってたんです。だけどその遊園地に一緒に行ってそこでめっちゃ積もったんです。何かに。で、そのなんだっけ、なんかそれお化け屋敷か。2人でお化け屋敷にね入って距離が縮まって、そこから喋るようになりました。そうしたらこんな次々と嫉妬を生み出す。そうなんです。遊園地に誰と行くっていうのもまたあれだよね、メンバーでね。確かにね。私呼ばれてないとかね、なりますよね。いや、僕別のアイドル、超有名アイドルグループさんでそういう話聞いて、私はオフだったのに私だけ LINE がなかったとかとかっていう話聞くんで、すごいこうね、特に今だとディスタンスの時代だから、そんなね全員で行きましょうっていうのもなかなかなれないしね。確かにそうなる必然的にね少ない人数で動くから。だけど LINE 来なかったらちょっとショックだよね。確かに LINE ショックだね。それ知らなかったんだね、戸高さんは。みんながそう思ってるって。全然知らなかったです。なんか今思うとなんかなんか嬉しいし、ちょっと嬉しいの？なんかそう思ってくれたとちょっと自分も気づかなかった自分も悪いなって思いました。あ、でもいいですよ、この企画。今言えたから。今言えたからね。今だから言える。あとは白鳥さん会計したんですか、それで。嫉妬心は。今はどんな？今は？でもなんかまだでもさっきもまだありそうですね。まだありそうですね。そう、なんかまだなんか今遊園地に行ったっていう話も初めて聞いた。ちょっと待って、行ってたのって思って。ちょっと待って、嫉妬してる。なんかね、そんな感じがしたんですよ。もやもや。ってなるよね。確かに言ってなかったでしょ。だから今度行くときは誘ってね。あとしかもこの2人で映画見に行ってました。もう待って、告げ口みたいになってるじゃん、ちょっと。その日さなちゃんね、大丈夫だったと思う。大丈夫な日だったの？いける日だった？そうだっけ？マジでこの後。思わぬ最後の最後に思わぬ波乱を仲いいですねみたいな話してたのに、これからまとまらなきゃいけないのにちょっとした溝ができた可能性がありますよ、ここで。じゃあもっとミキサナと一緒にいたいぐらい。遊んでミコもいっぱい遊んで、みんないっぱい遊んで遊ぼうだってはい、今ならもう言っても許されるでしょう。他にありますか？なんか言ったいきますか、田中さん。私、2018年度なんですけど、ゆめが、ひよこに名前をつけてたんですよ。そのネーミングセンスがちょっとよく分かってなくて。どういうこと？何それ？お風呂に浮かせるアヒルありませんか？そのアヒルを100均とかで買ってお風呂に浮かばせて全部名前つけてたんですよ。そのネーミングセンスがよくわかんない。アプリコットとか何かルルとかよくわかんないのばっかりすぎて、この前ちょうど写真見つけたんですよ、名前書いてあるやつを。これどういう意味だろうってずっと思ってるんですよ、昔から。そ
アプリコット？アプリコットって何？アプリコットはなんか頭に思い浮かんできたから名前をつけたっていう。アプリコット、あとは？アプリコット、ルル。シルクなんだっけ、シルク。覚えてないの？ほんと恥ずかしいからやめて。シルクなんだろう。シルクなんちゃらとか、なんか意味わかんない名前ばっかつけて一緒に遊んでたんですけど、あとそのアヒルをお風呂に隠して見つけられるかみたいな、お人形をね探して意味わかんないゲームとかしてましたよ。そう、2人でよくやってた。めっちゃ楽しそうじゃないですか。今はもうしてないんですね。今でもこの前みんなでココナとユメとミキとミクでなんか部屋に物を隠して探すやつやりました。やった、楽しかった。めっちゃ楽しかった。意外とそんなかなり子供っぽいこと。中学生でやっそれすごい楽しいんだよ。あとあれじゃない、本気枕投げ。本気枕投げ怖いな、怖いな。やったよね。やってたガチでやるんだよね。なんか3方向から私の顔にバーンって。集中攻撃。集中攻撃もありました。大丈夫ですか？気まずくなんないですか？でもなんか何なんだろうね。思い出作りだから。思い出作りで本気で枕投げをやる。本気で戦う。ココナは当てやすいから。そう。でもミキも当てやすいね。当てやすいって何なの？ポケーっとしてることが多いから今やって。そう来ます。ここだっつって。はい、カモン。受け取ってくれるの、それを結構当てるのに。いいですね。この企画いいですね。他にありますか？言っても許されるトーク。ミキ、サナにあるんですけど。やばい気になる。これ本当にこれはダメだな、自分がダメだなと思うんですけど、ミキ一回今年からサナからゴムを借りたんですよ。しかも結構大事にしてそうな。でなんかそう結構レッスン中とかでも結構つけてたゴムを貸してもらったんです。それをじゃあ明日返すねって言ってて、それを引っ越しの時に見つけてしまってまだ返してなかった。やばいぞこれ。それで大事なヘアゴムが。それを見たらちゃんと残ってるんですけど、おばあちゃんが洗面台で使ってた。おばあちゃんいいよ、もうおばあちゃん使ってるなら大丈夫。おばあちゃん使ってって感じ。大丈夫だよ。本当に。でもなんかなくなったなーっては思ってました。思ってた。しかも何回か繰り返してなかった。返すねーって何回も言われてる気がしてて、なんか帰ってこないなとか思ってたら、まさかのおばあちゃんとこまで。これは絶対に言わないとなって思ってたけど、言えなかったからいいよ、もうおばあちゃんぜひ使ってください。ありがとう。いいよ。大事にしてたんだ。でもめっちゃでも頑丈なゴムみたいな感じじゃない？そうめっちゃ分厚いんだよね。これのそうなんかめっちゃ分厚かった。まさかのおばあちゃんのところまで行った。でもちょっといい話。ちょっといい話。他にありますか？私は言ったかな。大丈夫かな。大丈夫かな。じゃあ次行きますか。はい。これもちょっと似てるかな。父兄の皆さんは知らないと思いますが、実はこの人はこんな性格なんです。ある。じゃあ田中さん。実はミキ乙女なんですよ。乙女？この前少女漫画読んでたんです。読んでた。その時に漫画に対してなんかすごい喋りかけたり、キャーとかめっちゃ言っちゃってて。危ないっすよね。ミキの真似できます。これ見ながら。そっちとくっついてほしくなかったんだけど。やっぱそうだよねみたいなことずっと言ってるんです。でも私今まで漫画を読んだことがなかったんですよ。それも珍
珍しいけど。それで前初めて漫画が置いてあったのでちょっと読んでみようって思って読んでたらなんかめちゃめちゃ面白いなってことに気づいちゃって、そしたらめっちゃいつの間にか話してたみたいで。めっちゃ話してたよ。そうでしかもそれ動画に撮られててミキ。撮られてたんだ。めっちゃ無意識だったの？無意識なん嘘でしょ？めっちゃ喋ってたじゃん。本当に考えてない。わかるわかる。だけどなんでこっちにくっつくのとかめっちゃ考えちゃう。それ全部口に入れてたよ。それ誰が撮ってたの？はい。動画ですか？私動画を。おばあちゃんが。奥ちゃんが撮ってたのね。そう。それちょっとね、フレッシュとかで流したらどうですか？やだいいですよ、動画送りましょうか、職員の先生。見たい。いらないわ。面白そう。あ、いいですね、それ。見てみたい。他にありますか？はい、白鳥さん。私レッスンがあったんですね、昨日。その後に結構ミコが疲れてたのかわかんないけど、結構いつもミコってなんだろう、クールっていうか、結構なんだろう、まあクールだよね、意外とクールと面白いって感じなんですけど、昨日レッスン終わった後になんか私の膝の上で寝始めて、しかもなんか猫みたいで可愛かったんです。可愛いなと思って、そういう一面もあるんだと思いました。大好きミコ。ミコも大好き。いやいや、急でしょ告白が。急にでびっくりした。面白い、大好き。あ、いいね、それみんなも見ててあれってなったんじゃん。はい、見てました。なんかミコちゃんがさなちゃんになんか眠いなみたいなこと言ってて、そのまま膝で寝ちゃって、めっちゃ可愛かった。可愛かった。つか人気すぎない？ちょっといくらなんでも。人気者。本当ですか？嬉しい。なんだ。ね、そんなね、だって昨日その膝で寝てたのに映画行ってるの知らなかったって。そうなんですよ。ちょっと複雑なんですけど。複雑だよね。三角関係みたいな。すごい振り回してますよね、だからね。すごい。でもいいですか、いいですか。今そのミコに告白したじゃないですか。あら、最近ネオちゃんにも告白した。どういうことなんですか、これは。何なんですか。これ。もう大好きなんです。どうしたらいいですか、もう抑えきれないんです、この大好き。本当に。そう、さっきも MV でネオが出た時に、あ、可愛い。毎回言ってるからネオ推しなんです。そう、本当に。いや、子供にしたい。子供にしたい。妹とかじゃなくてね。子供なんだ。もうあれね、卒業前にもうね、思いがね、ちゃんと伝えてた方がいいですからね。でもなんかこの思いが強すぎるから、なんか終わった後悲しくなっちゃいそうで。絶対なりますよね。ロスになりそう、そこまでだと。びっくりしたもん。いきなり告白始まる。あれはびっくりしましたよ、私も。大好きです、本当に。大好き。実はこの人はこんな性格なんです。他にありますか？意外とでもそんなに裏表ないかな。言いづらいと思いますよ。なんで？なんかめっちゃ見られる。でももうなんかみんな出してきたよね。裏も表も。そう。多分ケイさんも知ってるんじゃないかな。じゃあ次行きましょうかね。はい。これどうなんだろう。それぞれの普段のファッションについて一番おしゃれなのは誰？これ迷うよね。おしゃれなんか好き好みみたいな。服装のタイプね。服装タイプみたいな。あ、この人ちょっと大人っぽい格好するよなとかさ。あ、それはあります。あります。誰だろう。ミコちゃんです。ミコです。そうなんだ。ネオもネオも。二人はでも想像つくなんか。確かにそうかもしれない。すごい好みです洋服が。クールとカジュアルな二人って感じですか、洋服が。可愛い。可愛いどっち。でも時々
でも時々発音確認した今。でも時々なんかミコ大人っぽいなんか綺麗めな洋服も着たりとかして、確かに好きだな。そういう服装が私好きで、よくなんか最近は全然前まではワンピースとか着なかったんですけど、最近ちょっとワンピースを着てみんながミコにワンピースみたいな珍しいって花柄なんだよね。そう黒にね。でも僕も10周年本の時に取材が対面じゃなくてリモートだったんですよ。でみんな自分の自宅からのあれだったからまあ完全に私服じゃないですか。なんか全然印象違って皆さんなんかね普段この状態でしか見たことがなかったからその私服の感じとかその髪の毛のなんつうんだろうラフな感じとか見てすごいなんか皆さん大人特にそうかもしれないですね。もうこの制服っていうか以外に見ることって多分ないですもんね。あれかブログっていうかその中に写ってる日誌とか日誌ぐらいしかないから父兄の人だから分からないね。どういうセンス。すごいなんかみんな大人っぽく見えましたけどね。でもさきやの洋服は大人っぽいなと思います。大人っぽい。あ、そうなんだ。本当嬉しい。嬉しいんだ。でもそれに比べたらサナめっちゃ可愛いと思います。サナちゃんめっちゃキュートって感じ。ザお姫様みたいな。クール系はめったに着ない。本当に気が変わった日だけって感じです。でも秋とか革ジャンとかよく着てた。革ジャン。秋は革ジャンなのよ。秋は革ジャンなのよ。秋だけちょっと大人っぽくない。そうですね。ギャップがすごかった。次行きましょうか。はい。誰か一人褒めちぎってください。どうしましょう。これも挙手でいく？褒めちぎり大会？誰々を誰々さんのここがすごい。あ、ちょっと待って、じゃあこれは僕指名していいですか？戸高さんいいですか？なんでですか？人気者。誰か一人褒めちぎってくださいですかね。誰か一人。誰か。じゃあ那須でいきます。ごめんね。みんなの嫉妬を集めるっていうね。一心に受ける。何分間とかありますか？あ、じゃあまあ短くていいんじゃないですかね。言えるだけ言ったら。言えるだけ1分ぐらいですかね。いきます。とにかく優しい。優しい。はい。乙女。笑った顔可愛い。ショートめっちゃ似合う。ありがとう。ボブね。走る時めっちゃかっこいい。ありがとう。ダンスしてる時めっちゃかっこいい。ありがとう。歌も美しい。ありがとう。顔もタイプ。ありがとう。あとは体型もタイプ。体型もタイプ。どこまで来るか。あとは友達思い。友達思い。10個いった。今10個。 10個いった。10個いったからもういいかな。ですか？いいと思います。顔がタイプと体型がタイプめっちゃ気になりましたけど。可愛いらしい。可愛い。顔がタイプ。大人っぽいかよ。すごい。確かに。顔がタイプって言われてさ、また白鳥さんがヒットしちゃうんじゃない？サナの目見れない。見ていいよ。怖いよ。この後楽しみにして。怖いよ。怖い。やだ怖い。大丈夫。あ、これも変な企画ですね。面白いね。もう一個ぐらい。もう一人ぐらい。褒めちぎりたい人いますか？逆にってことかな。いいの？どうしようかな。無茶ぶりっぽいからやめときましょうか。さっきはなんかあるの？私？じゃあ褒めちぎります。誰を？ゆめちゃん。来たゆめきや。いいね。じゃあ10個いきましょうか、さっきみたいに。10個ですね。はい。
まず歌の音程がすごく取れててすごくて、あとは歌の安定感がすごくて、あとソロがすごく多いことです。でそしてダンス面では、ダンスが本当に安定してるし、あと癖がなくて、ちゃんと教科書通りっていうのかな、それがすごく踊りがすごく見やすい。はい。でそしてトーク面ではまずね PR 委員長なので告知がもうまず素晴らしいです。告知がすごい。はい。でそして私がちょっとあれってなっちゃった時にフォローしてくれるんですよ。それもねすごく優しいところで、生活面ではまず優しいですね。はい。優しくて、あとなんかメンバー思い。でそれあと一つね。ラスト。待って。どうしよう。9個すごいスラスラきたけど。10個目急に。バーって行きたいんですけど、もうなんで水飲んでんのよ。怖い。なんでもない。最後10個はもう可愛い。ああ素晴らしい。びっくりしちゃった。いきなりすぎてびっくりしちゃった。初めて言われた。びっくり。面白い。というか木村さんが素晴らしいね。すごいね。安定感があるんだ。うん、歌やダンスや。ある。すっごい安定してて尊敬してます。先輩みたいなコメントでしたけどね。でもあれだ、そのお手本となるダンス。本当綺麗。本当綺麗。信頼のあるダンスとか歌なので、好きなダンスですね。ありがとう。基準というか、これがちゃんと教わった通りのダンスっていう人なのかな、もしかしたら。ザ・桜学院みたいな、なんか可愛いし、なんか綺麗な通り道を通ってるから、なんかでも夢って初めそこまでなんかちょっと個性的というか、どちらかといえば癖があるダンスだったんですよ。だけど今年になってなんか自粛とか開けてからなんかいきなり成長してきたなっていうのを感じて、本当に思います。なのですごい今は頼れますね。本当に頼れる。練習してたのかな、人知れずね。これぞアイドルですね。これはどうだろう。この中で、第一印象と仲良くなってからで一番ギャップがあった人って誰？これはね、全員で目をつぶって指差しみたいですよ。OK です。じゃあ皆さん目つぶっていただいていいですか？はい。じゃあせーので指さしてもらいましょうか。じゃあせーの、はい。ちょっと8人いるとわけわかんねえ。目開けてもらっても大丈夫かな？私誰指してんの？すごいな、どこを指してるの？そう、これはでも戸高さんが一番多いってことかな？多分そうなりますね。すごい。なんでこんな集まってんの？けど前のじゃあ下ろしていただいて。戸高さんはどういうギャップがあったんだろう。なんか最初絶対クールだと思ってて、なんか逆に面白いこと言わないタイプなのかなって思ってたんですよ。やっぱそうなんだね。で、なんかすごい電車で最初のすごい一緒にいて、でなんかその時にお互いなんかこう軽く叩き合うみたいなやってたんですよ。その辺からすごい面白くなってきて、軽く叩き合う。まずさ、軽く叩き合う時点で結構仲良くなってると思う。確かにノリでやってたんですよ。叩いてきたら叩き返すっていう。まず一回自分を叩くんですよ。叩いて叩く。しかもそれが結構ミク力強くて結構痛かったんですよ。ごめんね。でもそこで結構仲良くなって叩き合って仲良くなったんだ。今はね、もうボケ番長だから。ボケ番長だから。けど僕はあれですよ、本当に僕もそうかもしれない。一番違ったかもしれない。ですよね。父兄から見ても。だから変わったのはね、だからあれですよ、去年のテストですよ。学年のテスト。あれでだいぶ印象が変わって。確かに。僕も思います、それは。だって今ボイパしてないよね。してないね。本当じゃん。忘れてた。手認識してたけど。
そうじゃん。けど桜くんあるあるですよね。転入式でやって終わりっていう、最初だけっていう、最初だけっていう、最初にかますけど意外と長くは続かない。確かにけん玉いつやっただろう。もう2017で終わってないキャラ。終わっただよね。18かな。そこは引っ張らない仕組みなんですね、桜学院さんね。というよりやっぱ最初の設定に無理があるってことなんじゃないですか。もうサナちゃんがだからあれサナちゃんだっけ、手品だっけ。あ、サラちゃん、サラちゃん。サナちゃん、手品だったけど一回そこだけね。多分だからその職員室の先生もなんか特技あるって聞いて、でみんなもなんか特技考えなきゃってすごい頑張ってひねり出して。でもそれって頑張ってひねり出したものだから、そんなにけどバイオリンとかわかりやすいじゃないですか。確かにね。バイオリンは今でも続けてます。ほら、これ継続パターン。素晴らしい。それを取り込んでね、ね、ライブとかでね。やってほしい。やってほしい。いいかもしれない。やってほしいな。聞きたいな、もう一回。聞きたいな。シーモンを。でもそのボケキャラができて、その野中さんが変わったみたいな。そうなんですよ。2018までは本当ボケで一直線でいってたんですけど、そのまま2019もいけるかなって思ったんですけど、戸中美子っていう子が来て、ちょっとボケが。いやでも2019は結構一緒にフレッシュとか出てて、そう結構ボケてたんですけど、2020年度になって急に落ち着いてちょっと寂しいんですよ。やっぱあれだよね、その生徒会長になって守りに入ってちゃんとしなきゃ感をね出しちゃったから寂しいですよ、それもね。寂しいです。オッケー、じゃあボケます今度から。ボケます。あとどのくらいあるんだって感じだけどね、期間がね。一番ギャップがあった人はあとは誰に刺した？ミクちゃん。ミクどういうギャップがありました？めちゃくちゃミクなんだけど、初め小5の時に会った時になんか結構クールじゃないですか、ミクも。私なんか結構お姉さんみたいな感じだと思ったらめちゃくちゃデレデレだったり。デレデレなんだ。そうなんです。めっちゃ甘えん坊ちゃんみたいな感じで、それはめっちゃびっくりしました。甘えん坊なんだ。ギャップですよ、本当に。ギャップだね。赤ちゃんみたい。やばくない？自覚はありますか？ないです。ないんだ。あるけどない。なんかあるけどなんか最初は全然なかったですけど、私意外となんか赤ちゃんだなみたいなところは最近知りました。結構かかったの。そうなんかね、中身5歳児だよね。中身5歳児。誰よりも5歳児。身長高いのに中身だけは本当に多分この中で一番幼い自信がある。サキヤの方が大人っぽい。サキヤさんは大人っぽいかもしれないね。本当だね。次行きますか。はい。これまでに先輩また同級生に一番怒られたことって何？怒られたこと一番でしょう。怒られることあるんですか、そもそも。ミキあります。知りたい。自習練習の時があって、でその時小5の頃なんですけど、ミクはちょっとだなんかその時に転入生の2人だけで、今度振り付けをなんか振り直しって言って新しくもう一回立ち位置をつけたりする時に、やっぱりその時ってダンスは完璧にしとかないとダメじゃないですか。なのにその時2人ともダンスを覚えてなかったんです。まず振り直しって意味が分かんなくて、何をすればいいか分かんない。同じみんな経験していること。本当に私たちもそう。それでそう。覚えてなかったんでね、覚えてなくて、それでどうしようと思ったらめちゃくちゃその時の中3とかに怒られました。めっちゃ怒られた。ね、振り直しって意味分かんなかった。そう、私たちも先輩たちから教えてもらってなくて振り直し、だからなんか何するんだろうって思いながらレッスン場に行ったら、なんで覚えてきてないのかなみたいな言われて、知らないです。そう、怖かったね。その振り直しっていうのはちゃんと説明してもらっていいですか。そのどういうプロセスで
毎年やっぱりメンバーも変わるので立ち位置とか歌割りも変わるじゃないですか。なのでそれに合わせて立ち位置をつけていくんですよ。でそれででもサビのダンスだったりとかパートをもうもらってるので自分が踊りそうなところを予想して覚えてくるんです、ダンスを。動画でね、動画が送られてくるので、その先輩が踊ってる動画を見て自分たちが覚えてくるみたいな。でもさ、それってさ、どこになるかわからない。わからないです。じゃあ全部覚えなきゃいけない。全部覚えなきゃいけない。めっちゃ大変じゃないですか。順番も1番目、2番目じゃいけなくて。それはでもちょっといきなりだと確かにわかんない。でもサビぐらいはできるけど、その時はねまだ手に意味がわかんなかったからどうしていいかわかんない。できなかった。18年の3年生ですよ。詰めなくていいですから。調べ上げなくていいですから。18年の3年生誰だっけなと思います。でもさきやちゃんとねおちゃんとみこちゃんは初めてのダンスレッスンの時にそのダンスをすべて完璧に覚えてきてきてて、すごかったすごかった。あれはびっくりしちゃった。マジで本当にびっくりした。こんなにちゃんと覚えてこれるんだっていう。すごいな、これ。私たち全然踊れてなかったのにもう比べ物にならないぐらい覚えてきてて、もうすごいって思いました。恥ずかしくなったよね。それもうやばい、自分何やってたんだろうってなかったんだっていう。すごいやってたんだね、皆さんは。そうですね、結構そのレッスンの控え室とかで3人でその振りを合わせたりとか、ここはこういう振りだったよねっていうのは3人で共有したりとかしてました。すごい。そんな合わせるとかそうか。私とさきやは結構あんま経験がなかったので、わかんないことはみことかに聞いて、みこがすべて教えてくれた。さすが経験者。戸高さんいたから、そうですね。その入った年にいきなりそういうことができたのかな。今日はあれですね、戸高さん爆上げ会ですよ。爆上げ会。もうこんな感じなんですか。早っ。もう1時間40分。そんな早っ。良きところでまとめましょうっていう指示が。早い。めっちゃ早い。まあでもこんなもんじゃないですか。楽しい。そうですね。あんまいっぱいやってもね、最後のライブに撮っておきましょうよ。なんか体力とかね。体力とか。最後のコーナーですね。最後はこれか。ここはもうね、皆さんのあれですよ。準備してきた。すごい先に行っちゃうっていうね。めっちゃ準備してきたことを喋るコーナーですね。ここからはお一人ずつラストライブまでの意気込み、そして今後はどんなスーパーレディを目指していきたいかをお伺いしていきます。もうね、今のこの場での気持ちを聞かせていただければと思います。これ順番は下からかな。さきやちゃんから。久米さんから伺っていきましょう。いいですか。お願いします。はい。まず卒業式の前にはちゃんとみんなでコミュニケーションをとって、ここのライブは絶対成功させたいよねっていう話を自分的にはしたいなって思ってて、その桜学園が、今年で閉校してしまって、その卒業で閉校してしまうので、自分的には史上最高のかっこいい、自分的にも思い出に残るライブにしたいなって思ってて、卒業する時に多分自分でも絶対泣いちゃうと思うんですよね。なので自分的には泣いても笑っても最後なので悔いのないように頑張りたいなって思っていて、その卒業後には私的には一つの目標に全力で取り組んで、いろんな壁を乗り越えられる素敵なスーパーレディーになりたいなって思います。以上です。しっかりしてる。これあれですね、BG も消えて、がぜん緊張感が高かったんですよね。すごい、トップバッターがめちゃくちゃ
良かったんで、しっかりしてる。ね、次はじゃあ野崎さんかな。はい。はい、卒業まで桜学院の校則にもあるんですけど、完全燃焼ができるようにもう自分の中でもみんなの中でも全力で最高の最後のライブにできたらなって思ってて、あと卒業したらその桜学院で学んできたことを活かせるような素敵なスーパーレディーになりたいなって思ってます。そしてみんなっていうか周りの人も笑顔にして幸せにできるようなそんな女性の人を目指して卒業に向かって頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。プロだ。緊張するんだよ。緊張する。やばいよ。じゃあ戸高さん。はい、ラストライブに向けて絶対そのラストライブでは悔いが残らないようにしたいので、もっとみんなと話し合って絆を深めてみんなが笑って終われるようなステージにしたいと思います。はい、そして私は何事にも諦めずどんな困難も乗り越えられるような強い女性になりたいです。スーパーレディを目指して頑張りたいと思います。じゃあ佐藤さんお願いします。私はラストライブまでとにかくこのメンバー8人と楽しい思い出を作りたいです。そして桜学院が閉校してしまっても父兄さんの心の中にはずっと桜学院が居続けてほしいなっていうふうに思います。卒業後は私は誰からも憧れられるような素敵なスーパーレディーを目指して頑張りたいと思います。ありがとうございました。はい、じゃあ八木さんお願いします。はい、私は卒業までみんな卒業でちょっと待って卒業式まで大丈夫か、緊張しすぎちゃう。頑張れ頑張れ。卒業式までやっぱりみんなが言う通り悔いは絶対残したくないなって思ってて、まずは8人らしくっていうことを目標にしたいなって思ってて、全員やっぱり個性が全然違うと思うし、すごいみんな明るいパワーがあると思うので、その一人一人のパワーを一つにまとめて、その一つにまとめたパワーをKさんに届けられたらなって思ってます。で卒業後は私は自分と会った人を笑顔にできるというか、私と会ってよかったなって思えるようなそんなスーパーレディーになりたいなって思ってます。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ田中さん。はい、私はラストライブまで今までのライブの反省点などを全部直して、今までの桜学院で史上最高のライブができるように頑張りたいなって思います。そして卒業した後は目標に向かってキラキラ輝けるスーパーレディーになりたいです。なのでそれまでにやりきることを目標にこれからも頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。平鳥さんお願いします。はい、私はラストライブは、心から本当に悔いがなく楽しいライブにしたいなって思うのと、あと父兄さんも私たちも人生で一番の思い出になったって思えるような素敵なライブにしたいです。そしてどんなスーパーレディーになりたいかというと、毎日自分の成長を自分自身が楽しめて、そして自分が成長することで周りに影響とかあと笑顔を届けられるような人になりたいです。以上です。ありがとうございます。じゃあ最後の中さん。はい、ラストライブまでも残りわずかですが、この8人で今まで本当に一生懸命頑張ってきたので、そのことを武器にして私たちだけじゃなくて卒業生含め36人の思いやスタッフさんだったり今まで桜学院に関わってくださった方や職員室の先生などの思いも込めて最高で最強のステージを作りたいと思っていますし、父兄さんが父兄でよかったなって最後笑って終われるようなそんな素敵なライブにしたいなって思っています。そして、私自身は何かを表現することが好きなので、表現者としていろんな方々の心に残る素敵な人になりたいなと思っていて、強い女性としてこれからも一生懸命頑張っていけるそんなスーパーレディーになりたいなと思っています。素晴らしい。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。もう大丈夫ですからね。もう緊張の時間。
った。そんなそこまでっていうぐらいちょっと緊張してましたよね皆さん。けどだっていつもだともっとね舞台でやってるからね。ね、そうですよ。全然ですよこんな。そしてここでですね、これまたあれですけど PTA 会長である三崎社長からもお話をいただきたいと思います。PTA 会長であるこれ僕全く逆で何も考えてない状況で、もうね、その時のその場の気持ちをね、何を言ったらいいんだっけっていう感じですよね。もうでも本当最後ですからね。そうですね。ね、いつも倉本校長とかね森先生がこうなんかいいこと言うじゃないですか。僕は多分言えませんいいことは。まあこういうちょっとコロナの状況で出演していただいて本当にありがとうございます。実は2012年からのお付き合いで、中本鈴香ちゃんが第1回目かな。そうですね。で13年ちょっとスケジュール合わなくて13年度はなくて、そこから14年度からずっと毎年こうやって桜学院の皆さんに出ていただいて、わちゃわちゃするようなところが見せられたらいいかなと思って、こういう番組を、始めました。で僕もちょっと振り返ると2010年から実は桜学院が好きで、しかも偶然なんですよね。偶然東京アイドルフェスティバルの1回目で見て、でその後、なんだバトン部かな、その辺りから結構こうぐっとなんだか好きになって追っかけてるうちにですね、多分僕はアイドル好きなんですけど、モーニング娘。さんとか大好きなんですけども、ある意味10年間ずっと応援してたのってある意味ハロープロジェクトと本当に桜学院さんだけだかなと。でそれがまさかなくなるとは思ってなかったんで、並行すると思ってなかったんで、秋からどうしようかなっていう本来であればね学院祭があるなとかクリスマスがあるなっていう年間行事がなくなってるんで、僕も含めて多分府警の皆さんちょっと寂しい感じになるのかなとは思いながらも、ただ桜学院ってやっぱ他のアイドルとやっぱり違ってて、入った時にもう終わりが決まってるじゃないですか。その終わりが決まってるっていうところがやっぱり皆さんのなんですかね、ゴールが決まっててそこに向かって成長していくっていう過程が見られるっていうのがアイドルファン、あと府警の皆さん一番楽しみにしているところだと思うので、本当に8月29日本当最後なので、ぜひ有終の美を飾れるような素敵なステージを見させていただければなと、思います。できればね8月29日にサプライズで、いや実はファーストシーズン終了で9月から桜学園としてちょっと名前変わってみたいな、そう桜学園としてやってきますみたいなのが冗談ですけども、それぐらい僕らもね思い出にすごい残ってるし、卒業生の皆さんもね皆さん素敵な活動されているので、皆さんのこれからの今言ったスーパーレディって言葉を覚えただけでも僕すごく得だと思うんですよ。何かあった時に校則とかね、ああいうのを今のね10代で覚えるってなかなかないと思うので、そういうのをちょっと胸に刻みながら素敵な女性になってもらえたらなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。とにかく頑張ってください。はい、ありがとうございます。でもあれですよね、なんか自分とかもなんかこういう仕事してるから一歩引いた距離で、もちろん取材とかしてるし、なんだろう峰脇さんとかと違って、なんかわっしょいみたいな感じではないですけど、自分ぐらいの人間でもやっぱりすごい思い入れがめちゃくちゃあるから、やっぱ寂しいっすよ。だって12年の卒業式、偶然ね偶然あったんですよ。普通にチケット買ってあやみちゃんが卒業する代の時に雨降っててね、三井のねホールでね列並んでる時になぜかあれ南波さんって言って
そうそう卒業式ね。だからなんかたまにツイッターで南波さんはちょっと思い入れ弱いよなみたいなこと言ってくる人いるんですけど、なわけないじゃん。好きに決まってんじゃんって、そんなすごい言いたかったんですけど、ちょっと言わないでずっとこらえてきたんですけど、まあやっぱ最後となると最後ね、寂しいね。だからなんかね、楽しく見届けたいなと思ってます。あとはね、皆さんがこう卒業した後にね、今度僕が頑張れ警察になりますから頑張れって感情をちゃんと顔に笑うって書いてるかなっていう違う文字で書いたらああもう忘れてるなってそうけどいまだにね、やっぱり日向ちゃんとか見ててもやっぱり書いてるもんね、頑張れってね。そうこれから頑張れ頑張れ警察として頑張りますよもうね、これご覧になってる父兄の皆さんもね、最後ね盛大に見届けて、号泣でしょもうもう大号泣ですよきっとだけど声出せないからね。しくしく泣く中野がね、しくしくじゃないと思う。俺号泣の人いると思うわーって泣いてる。いやいや、最後のライブ期待してます。はい、楽しみにしてます。はい、10年間ありがとうございました。ありがとうございました。締めですね。よいしょすいません、最後にバタバタしちゃった台本ぐっちゃぐちゃになっちゃったエンディング最後は、そうか、ごめんなさい、ちょっと一回切ってもらっていいですかはい、じゃあ最後は、野中さんに、締めていただいて。はい、そうですね、本当にラストまで残りわずかなんですけど、この8人で今まで練習してきたことを自信に変えて素敵なステージにしたいなと思っていますし、桜学院を10年間愛してくださった方にちゃんと愛を恩返しできるように、私たち自身で本当にね、この10年間で一番の素敵なライブにしたいなと思っていますので、この8人で最後まで突っ走っていきたいなと思います。最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。イエイ。お願いします。はい、それではですね、名残惜しいですけども、本日のエンディングソング、サンキューを聴きながらお別れになります。はい。はい。もう一回やり直しましょうか。名残惜しいですが、本日のエンディングソングサンキューを聴きながらお別れになります。はい、今までご覧いただきありがとうございました。せーの、ありがとうございました。バイバイ。